こんにちは BR です。前回に引き続きテロ FPV の解説をしたいと思います。今回はメニュー欄のセッティングのメインから解説していきます。今回もチャプターしましたので気になる機能からショートカットできるようになっていますので活用してみてください。毎回同じですが、間違った解説などもあると思いますので参考程度に見ていただくと助かります。アプリのバージョンは2025年5月現在でバージョン 1.9、8の解説になります。解説順番は画面の通りになります。1、メイン項目。メイン。アルティキュードリミットは高度上限設定です。最低で 2M、最高で30メートルになります。ローバッテリーは使用しているバッテリーの残量警告を何%で表示する設定です。自分は劣化したバッテリーも使っているので早めに警告するように 30% にしています。オートキャンセルランディングは自動着地中にキャンセルボタンで介入できる設定です。コンファームテイクオフはテイクオフボタンを押した時に確認シークエンスを設定できる項目です。オーディブルノーティフィケーションは音声設定です。オフでアプリ効果音を消音します。ヘッドレスレラティブフロームホーム。マニュアルにはヘッドレスモード時にピッチとロールのコントロールの方向の再調整となっています。確認していませんが、前進と左右横移動の方向の初期化、再調整だと思います。ディスタンスリミッターは飛行距離を設定できます。最短で5メートルから制限なしまで設定できます。リターントゥホーム。ミニマムアルティキュード 4RTH はリターントゥホーム時の高度設定です。最低1メートルから30メートルまでとで飛行時の高度になります。ランドオンアライバルはリターントゥホームで帰ってきた時に着陸する設定です。スピードリミッター 4RTH はリターン中の速度設定です。1メートル毎秒から5メートル毎秒まで設定できます。スポーツモード 4RTH はスポーツモードでリターンする設定です。ミスク。ストレッチビデオトフィットスクリーンは画面に出ているドローンの映像を画面全体に伸ばします。録画されるファイルには影響されません。ユーズディスプレイノッチエリアはノッチがあるスマートフォンの画面をノッチを超えてアプリの画面を最大に伸ばします。ノッチのない画面は変化がないと思います。アジャストフォーラウンデッドスクリーンは各ボタンのレイアウトを左右に微調整します。前回、露出調整の露出のボタンが反応しにくいと言ったのですが、この機能で調整することで改善しました。自分の持っているスマートフォンで各ボタンが機能するかチェックして押せないボタンがあった場合、この機能を使って調整すると改善することがあると思います。OSD、カラー画面の文字を緑からオレンジに変更できます。撮影する場所が緑色が多い場所だと、標準の緑では色が重なって文字が読めないことがあると思います。これをオレンジに変えることで見やすくする機能だと思います。ショーユニッツは設定や画面内の単位をメートルからフィートに変更します。ガイドラインは映像にガイドラインを表示します。映像の構図を考えるときに使う補助線です。ランゲージは言語設定です。英語やイタリア語などがありますが、日本語はありません。また、
適用するにはアプリの再起動が必要です。2、ビデオ&フォトの項目。ビデオ。ビットレートは動画撮影時のビットレートの設定です。左からオート、1Mbps、4Mbps まで設定できます。4Mbps が最高画質になります。アイフレームインターバル 300ms から15セカンドまでとハイフンの設定があります。アイフレームで検索すると H264 フォーマットの映像において画面全体のデータを持つフレーム I フレームとその I フレーム情報をもとに映像を作るフレームを B フレームと P フレームがあります。テローとスマホの通信環境が良ければ B フレームと P フレームで映像を保管できますが、映像が破綻すると I フレームが来るまで映像は破綻したままになります。Wi-Fi エクステンダーなど使っている場合はこの破綻は起きにくくなるそうです。テロを飛ばして映像の破綻が多い場合は I フレームの間隔を短くすると解決する場合があります。ハイフンは PDF によると手動で I フレームを更新できるみたいです。I フレームを更新するときはビットレートのインジゲーターをタップすると更新することができます。小コラプションインジゲーターは現在のビットレート状況と映像の破損をチェックできます。撮影中に雷のマークが出た場合、そのフレームは破損しています。解決には Wi-Fi エクステンダーなど Wi-Fi の環境を良くすると起きにくくなると思います。レコードオーディオは動画で撮影した場合、映像に音声がつくようになります。もちろんテローにマイクはついておらず、音はスマートフォンから拾います。スマートフォンからの音なので、プロペラの音はテローが離れ次第小さくなり、環境音だけを拾います。スタートレコードオンテイクオフはテローが発信したとき、同時に動画の撮影を開始します。ドローン撮影で自分はよく録画ボタンを押し忘れるのでこの機能を有効にしています。フォト1、2、エンコード JPEG はマニュアルを参照すると一部のメーカー、Galaxyのギャラリーアプリで撮影した写真にエラーが出るようです。それを回避するために再エンコードをして回避する設定です。撮影した写真が普通に閲覧できればオフで良いと思います。ローテート&クロップトレベルは写真の水平を出してクロップします。撮影した写真は編集せずに水平が出るようになります。写真はクロップされるので画像サイズは小さくなります。アドアルティキュードスタンプは撮影時のコードを写真に記載します。アド GPS と EXIF は写真の情報に GPS 情報を記載します。フォトクオリティは写真の品質を設定できます。ローとハイの2つあります。フォト2、コンテニュアスモードは連続撮影するときの撮影間隔を設定できます。撮影すると1枚ずつ写真を転送処理をするので処理が終わらないと次の撮影に移行しません。スムーズに連続撮影する場合は Wi-Fi エクステンダーなど必要になると思います。また写真の転送処理中はテローの操作反応が遅くなる可能性があるみたいです。コンテニュアスモード
シャッターサウンドはシャッター音の設定です。オンにするとシャッター音がスマートフォンから鳴ります。コンテニュアスモード、オートスタートは写真モードで自動操縦を開始した時に自動で連続撮影を開始します。セルフタイマーは写真撮影時のセルフタイマーの時間設定です。自動撮影のタイマー設定とも共有されます。ナンバーオブフォト4パノ360度はパノラマ撮影するときに合成素材を何枚撮影するか設定できます。最小7枚から最大16枚まで設定できます。3. コントローラーの項目。コントローラー。オートハイドオンスクリーンジョイスティックは外部コントローラーを接続している場合、画面上のジョイスティックが非表示になります。マニュアルではコントローラーの接続がオフラインになるか、画面上のジョイスティックの領域をタップすると再び表示されるようです。オンスクリーンジョイスティックサイズは画面上の操作トリガーの大きさを調整できます。大きくすればストローク量が増えるのでテロをゆっくり動かせます。一方、逆に小さくすればストローク量が減るので機敏に操作できるようになります。マスターコントローラーは画面上のジョイスティックか外部コントローラーのどちらかをマスターコントローラーに設定できます。スチューデントコントローラーはマスターコントローラーの次に操作できるセカンダリーコントローラーの設定です。多分試してはいないですが、画面上のジョイスティックと外部コントローラーを同時に操作した場合、どちらに優先権があるかの設定だと思います。クリアはコントローラー関係設定をの初期化をします。スキャン 4T1D プラスフライパッドは T1D または Bluetooth コントローラーのスキャンを始めます。マッピング。コントローラーは編集するコントローラーの選択が面です。外部コントローラーがない場合はオンスクリーンのみになります。セレクトアクシスオアボタンとチェンジザマッピングは各ボタンに振り分ける設定です。数が多いので標準的な箇所のみを解説します。1を左右平行移動、2スロットル上昇下降、3ロール回転、4ピッチ前後移動。操作以外にテロー、FPV でできる項目をショートカット登録できます。また、ここでしかない特殊なアクションもありました。試してはいないので、気になった方は登録して使ってみると良いと思います。4. チューンコントロールの項目。ビデオ。ここの項目は次のスポーツと同じ解説になるので兼用します。コントローラーは設定するコントローラーを選択します。外部コントローラーがない場合はオンスクリーンのみになります。アクシスは調整する進行方向を指定します。1を左右平行移動、2スロットル上昇下降、3ロール回転、4ピッチ前後移動。レートは速度の最大値と最小値の設定です。10% から 120% まで調整できます。エキスポはトルクカーブを調整します。デフォルトは 0% でジョイスティックを入力した分、テローは進みます。100% にしてジョイスティックを入力すると、カーブに沿ってトルクは遅延してテローは進みます。テロー空撮解説動画ボル1で解説していますが、自分が空撮するときはここを調整してスポーツモードで空撮できるように調整しました。レッドゾーンはジョイスティックの入力の初期位置を調整します。トルクカーブも画面の通り狭くなるのでトルクカーブも変わってくると思います。死ね。
ローテーション、スピード、アクセラレーションはシネモード独自の調整になります。最低はマイナスマイナスで、最高はプラスプラスになります。ローテーションは最大回転速度の調整、スピードは水平速度と垂直速度の調整、アクセラレーションは加速度の調整です。マニュアルを直訳してみると、シネモードではコントロールはドローンに送信される前にテロー FPV によってスムージング、フィルタリングされるためと書いてあります。シネモード自体もこのテロー FPV の作者がいろいろ調整した特別なモードであるそうです。マイナスにすると機敏に動きました。プラスにするとフィルタリングが効いて滑らかに操作できます。しかしプラスにすると滑らかすぎて操作が難しかったです。個人的にこのシネモードに EIS をキャンセルできると良かったです。5. Wi-Fi。 ドローンの Wi-Fi 名、SSID とオプションのパスワードを設定できます。設定するとテローは再起動し、新しいパスワードを使用してテローの Wi-Fi にアクセスできます。6. フライトログ。今まで飛ばしてきた時間や距離などのログを見ることができます。7. グラビキキャリブレーション。テローのキャリブレーションをします。純正アプリのキャリブレーションとの違いは分かりませんが、マニュアルではモーターの制御パラメーターの推力変化、経年劣化、プロペラの交換、プロペラガードの有無に合わせて調整します。定期的にキャリブレーションを取ると良いと思います。キャリブレーションを取る条件は高度約2メートルで大きな部屋の中央で実行推奨になっています。また狭い部屋や近くに家具があったり風が吹いていたりすると正確なキャリブレーション結果が得られないそうです。8. パーチェス VGPS。 この機能は試していないので PDF の説明を記載します。 VGPS によりテローの実際の位置をマッピングできるようになります。それにより Google Earth で飛行経路をマッピング表示できるようになるそうです。この機能を使うとフォローミーモードとの同時使用ができないそうです。精度はスマートフォンのセンサーとカメラによるキャリブレーションによって左右されるそうです。9. VRFPV。 VR ゴーグルを使って FPV 視点で操作できるモードです。必然的に外付けコントローラーが必要になると思います。10. マニュアル。マニュアル PDF を閲覧できます。11. アバウト。クレジットになります。アプリのバージョン確認とサポート用のメールアドレスが記載されています。12. エグジット。アプリを終了します。以上テロー FPV の解説になります。 PDF の最後の方に作者からより良い撮影結果を得るためのヒントが掲載されていました。はじめに動画に最適な設定というものはありませんと書いてあります。これは撮影時の環境やスマートフォンのアンテナの品質に左右されるためと書いてありました。そして最適な結果を得るにはスマートフォンを機内モードにして Wi-Fi のみを有効にした状態が不可欠と書いてあります。Bluetooth と電話通信の両方有効の場合、通信干渉を引き起こし続け動画品質が低下するそうです。Bluetooth コントローラーを使う場合も、高画質に動画を撮影したい場合は Bluetooth コントローラーではなく有線の USB コントローラーを使うことを勧めています。有線のコントローラーも使えるんですね。ビットレートでは最高画質の 4Mbps だと動画が破損しやすい場合があります。その場合は 3Mbps に下げたりすると解決するそうです。自分も最近は
4Mbps ではなく 3Mbps で撮影を試して前より動画が破損しにくくなりました。フレームの設定でノイズの少ない撮影をするには10秒以上またはハイフンに設定することで良い結果が残せるそうです。ただこれには電波干渉が少ない環境と Wi-Fi の通信が安定する Wi-Fi エクステンダーなどを使用した限定的な環境で実現できるみたいです。逆に FPV 的なスポーツ飛行をする場合は iFrame を短く設定することでノイズは出ますが正確な映像を確認できるようになります。このアプリで理想的な撮影環境と最適な設定をすることで純正アプリより少し高画質で動画を残すことができるそうです。今回は以上です。制作しながら自分の iFrame の解釈や撮影環境など見直す機会になりこの動画を作って自分自身にも良かったです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。